筑前煮です。This is a documentary about women working in the food industry. おもてなし。今何作ろうとしてるんですか？筑前煮を作ります。清居は飲食店の中でもちょっと珍しいのですが、小料理屋という形態で和食と家庭料理をメインとした日本酒が推しのお店になります。とりあえず一旦筑前煮を作って、その合間で煮てる間にさつまいもやろうかな。大丈夫ですか？お料理のこだわりは、まず日本で一般的に食べられている家庭料理っていうのを出したいなという気持ちで作っています。いいお店に行けばいろいろ手の込んだものが食べれると思うんですけれども、家庭料理をメインで出しているお店っていうのはあまり少ないと思っていて、普段28種類のお料理を用意しているんですけれども、日替わりメニューというのでプラス10個ぐらいは毎日変わるメニューというのを作ってます。なるべく油は使わないで、鶏とかの油を使ってヘルシーに作ってます。お出汁と、今日は鰹節と煮干しと昆布で取ってます。今度かす汁作ってます。お通しのかす汁です。かす汁に使うお味噌です。酒粕にこだわってて、あえてお味噌汁ではなくて酒粕でかす汁を作ってます。酒粕は日本酒を作る工程で出てくるものです。このままだとアルコール度数があるので、しっかり火を入れてお料理にしていきます。お味噌みたいに一緒に入れます。うまっすいません美味しい。おさつ塩バターを作ります。さつまいもは世界にもありますよね。さつまいもはデリケートなので綺麗に並べないとすぐ煮崩れしちゃうんですよ。角っこから崩れてっちゃうので。お砂糖とお塩です。あとでバターを入れて、塩味とバターとでちょっとまろやかな感じになります。常に3つは埋まって交換交換になるようにやってます。ずっと埋まってる感じですね、3つ。マルチタスクですね。いや、そんな立派なものじゃないです。でも効率よくやらないとお料理なかなか上手に回せないので。バター入れていきます。ただポイって入れると分離しちゃうんですけど、混ぜながら乳化させながら調理してあげると全体に上手に混ざって美味しくなります。さつまいもの甘みとかコクが豊かになって香りもすごくいいので、バター入れる方がおすすめです。
ちょっとおつゆ抜いてもいいですか？はい、このお通しのスープの出汁としてうまみたっぷりの煮物の出汁をベースで使いたいので、いろいろなのに使い回したいので、お野菜もいっぱい入ってて美味しいので。よいしょ。これは筑前煮です。日本全国食べられている家庭料理だと思います。すごい大丈夫ですか？こっちに立った方がいいですか？黒ごまかけますね。完成です。おさつ塩バターです。外国人のお客様はすごく多いです。私のちょっと肌感覚なんですけど、多分日本をもうすでにいろんなとこ行ったよっていう観光地たくさん行ったよっていう方が2回目3回目の来日の時にちょっとコアな場所に行きたいみたいなので奥側の渋谷の奥だったりとかこういう小さいお店っていうのを探してきてくれてるような印象があります。日本酒が好きで日本酒を調べてインスタグラムとかで清居にたどり着いてくださる方も多いなと思います。はい、今から長芋の梅肉和えを作ります。梅干しを使ってお漬物を作ります。健康的な食べ物なのでやっぱ食べていただきたいですよね。日本食ってやっぱ低カロリーですごいお野菜とかいっぱい使ってて、やっぱ揚げ物とかよりも煮物とか蒸したものとか多いからやっぱ優しいですよね。これ自家製の麹の調味料です。これは梅干しをと麹をなんていう発酵させてすごい人気です。長芋はやっぱりなんか自分で作るのちょっと面倒くさいじゃないですか。そういうのもあってなかなかお家でも食べたいけどちょっと面倒くさいなっていうことで結構頼んでいただけること多いです。今きんぴられんこん作ってます。コツとかを説明しても初めて見るみたいな感じで言われます。海外の方にはもうレンコンは初めて食べますとか、初めてこの穴開いてるの初めてって方が多いです。終わりです。終わっちゃった。終わっちゃった。大丈夫ですか？なんかもうちょっとやりますか？あ、美味しそう。大丈夫ですか？何品ぐらい作るんですか？5品は作りたい。6品か7品作りたい。おかみさん、肩書きのところにマルチタスクおかみって書いてるんですか？そんないいんですか？そんな称号もらっちゃっていいんですか？光栄すぎて。おかみさん、今度は何を作ろうとしてますか？こんにゃくのしみしみ煮を作ります。しみしみこんにゃくです。これは日本人大好きなやつです。なんて説明するんですか？いや、こんにゃくって言います。しみこんにゃく、よく炊いたね、よく煮た、よく炊いたっていうのも難しいですよね。よく煮た、よく味が染み込んだってことですか？カロリー全然ないですからね。低カロリーです。
ダイエットフード。今お醤油とみりんとお砂糖入れました。これでちょっと炊いていきます。これ日本の伝統的な味付けです。先輩の方とかが「あ、こういうの昔食べたよね」っていう、おばあちゃんが作ってくれたかぼちゃの煮物の味するよねみたいなことを言ってくださると、やっぱすごく私も嬉しいですし、やっぱあったかい気持ちになって帰っていただきたいので、そういうのを変えずにこだわってやってます。着替えてきます。準備完了。こんにゃくのしみしみ煮です。食べれます。お元気そう。だいぶ元気ですよ。だいぶ元気だ。あ、そうなんですね。はい、筑前煮です。はい。筑前煮です。美味しそう。きんぴら。うまい。美味しいですよ。買います。美味しいですよ。まあ日本の伝統的な味ですよ。初めて来ました。梅が効いててめちゃくちゃ美味しいです。家庭の味っていう感じですね。落ち着く。毎日来たくなりますね。日本酒が比較的多いんですけれども、ジャパニーズウイスキーとか焼酎など国産のものにこだわったお酒を置いてます。1日のうちにメニューで出してるのは20種類ぐらいなんですけれども、ストック自体は50種類ぐらい日本酒だけで置いてあります。これは何ですか？はい、これ島根県の月山というお酒になります。春陽って書いてあるんですけれども、日本酒は通常酒米というお酒を作るために作られたお米で仕込むんですけれども、これは食用米で作ったお酒になります。美味しい。甘酸っぱいです。結構万人受けだとは思うんですけれども、少しジューシーで味のあるお酒が好きな方、旨味があるお酒が好きな方の、前半のお酒がいいと思います。前半に飲むお酒としておすすめです。失礼します。こちら兵庫県の奥播磨というお酒でございます。これ冷やおろしといって秋のお酒になるんですけれども、それで生酒というラベルがついています。これですね、生酒ですね。生酒というのは火入れをしていないタイプのお酒になります。フレッシュな状態ではあるんですけれども、冷やおろしといって秋まで新酒の時期から寝かしているので、旨味とかコクが乗ってきています。このお酒は燗酒にした方が美味しいので温めていきたいと思います。少し色がついてるの分かりますか？ちょっとオレンジっぽくなってます。ちょっと熟成してるとこういう色が出ます。あ、美味しい。おもてなし。映像だけだと伝えきれなくて来ていただくともっとたくさん日本酒のお話できるかなと思います。日替わりおかみ制というのが清居のコンセプトの一つになっております。